ミラーアップというのは普通風景写真などを撮るときにカメラの振動を抑えて手ぶれを抑える機能なんですけれど、まずこちらの800の方ですね。普通はシャッターを押しますとミラーが上がって振動が止まってからシャッターを切る、こういうふうになります。実はここで何が問題かというと、このミラーが上がって撮影する寸前に先膜が下に落ちた時にこの振動があるうちに撮影がされてしまうということなんですね。これによって三脚のこのセンターポールを長くして撮影すると、カメラがまだこうやって振動している先膜が先に落ちたことによる振動を拾っているうちに撮影がされるのでブレるという現象が起きるんです。一方810は最初にシャッターを切るともう同時にミラーも上がると同時に先膜も最初に落ちてしまいます。最初にシャッターを押すとミラーが上がってすでに先膜が降りてセンサーが見えている状態になっています。この状態でもう一回シャッターを押すと電子的なシャッターで撮影が可能になって、そしてミラーが復元しシャッターが閉じるという状態になります。でもう一回やってみます。ミラーが上がりますと同時に先膜が下へ落ちてしまって振動が全部止まってから撮影がされて、すぐに後膜シャッターが降りてきて撮影が終了する。このことによって全く振動のない絵が撮れるんですね。テストはこのような形で三脚カーボン三脚を上まで伸ばし、さらにセンターポールを一番上まで伸ばし、一番ブレやすい環境を作っています。これでこのターゲットとなる花の一部分を拡大してこれからお見せいたします。両者ともにシャッターを切ってミラーアップをし、まず1秒後の写真がこれです。両者ともブレています。シャッタースピードは6分の1になっています。D810 も D800E も両方とも1秒後ではブレてるということですね。で次にシャッターを切ってミラーを上げて2秒後になると810の方は少しピントがきっちり見えてきます。でもまだ800の方はまだブレた状態です。でさらに3秒経ちますと810の方はブレが感じられない非常に精鋭度の高い絵が出てきます。ですが800の方はまだブレが残っていて、特にこの花の中心のところを見ていただきたいと思うんですけど、810の方は非常に細かな線がはっきり出てますけれど、800の方はまだぼやっとしています。これが電子先膜シャッター、先に先膜を落としてしまってカメラのブレを止めてからシャッターを切るっていう方法になったことによって起こった新しい、風景を撮る人にとってはもう絶対に必要な機能がまさにこれです。では800がどこまでいったらすっきりした絵、ブレない絵が撮れるかと申しますと、実は5秒ぐらい必要なんですね。でも5秒でもじゃあ810この電子先膜シャッターに勝てるのかというと勝てません。実際は感度を上げてシャッタースピードを上げるしか方法がないんですね。こういったことにでも軽い三脚を持って山に行きたい方、そしてブラしたくない方はこの電子先膜シャッターを使うことによって非常にクリアな絵3600万画素をきっちりと使うことができるので、ぜひ810の電子先膜シャッターを使ってください。